どうも、こんにちは。JP です。素人が一からサウナメーカーを立ち上げています。今日はですね、まずお知らせが1点あります。今度ですね、この5月2日、2024年5月2日、18時から21時ですね、西粟倉村、僕が住む西粟倉村の、企業が集まってですね、合同求人説明会というのをやりますので、よかったらぜひ来てみてください。場所はですね、ポットラック八重洲、東京ミッドタウン八重洲5階というところであるようです。で、各企業がですね、3分ずつのプレゼンをやって、あと座談会なんかもあるようなので、結構ゆるっとしたね、感じで、遊びに来れるような感じになってますので、ぜひね、来てみてください。で、僕は、右腕を募集してますので、このね、サウナ事業に関わる右腕を募集しているので、ぜひね、興味ある方はね、聞きに来てもらいたい。で、求める人材としては、あれですね、ウェブマーケティングできる方を募集してますので、興味ある人とかね、ちょっとね、話聞いてみたい、ジャブ的にね、そんなんでも全然大丈夫ですので、ぜひね、求人欄じゃないわ、動画説明欄に、URL をね、貼っておきますので、そこからね、ぜひ申し込みをしてください。待ってます。はい。で、今日はですね、そうだそうだ、一つ言い忘れた。で、僕の会社がですね、バルカ株式会社って言うんですけども、ビジョンがあります。これはですね、世界で活躍するサウナブランドを作るということがビジョンになってますので、このね、ビジョンにちょっとでもね、刺さった、揺れたという方はね、一緒に働きましょう。で、今日はですね、サウナの種類があるよっていう話をね、していきたいと思います。で、サウナの種類なんですけども、大きく分けて3つあります。で、まずはですね、ざっと先に説明。はい。乾式ドライサウナ、1つ目はね。乾式ドライサウナ、2つ目が湿式スチームサウナ、あとミストサウナ。で、3つ目がフィンランドサウナ。この3つなんですね。で、極物もね、含めるともうかなりのね、数になってくるとは思うんですけども、まあ代表的なものはこの3つになります。で、まずね、乾式ドライサウナのこの特徴みたいなところをね、喋っていきたいと思うんですけども、これはですね、日本で一番多いサウナになります。でも銭湯、スーパー、ホテルね、いろんなところにね、このドライサウナっていうのがね、用いられてますね。で、温度がね、非常に高いです。温度が高くて湿度が低い。で、温度が90度から100度ぐらい。で、湿度が10%から20%なんで、ちょっとカラッとしたね、感じのサウナになってて、まあ入った瞬間ね、ちょっともわっとする人や、鼻呼吸がね、しにくいっていう方もね、いらっしゃると思います。で以前ね、僕紹介したと思うんですけども、僕が子供の時に初めてね、入ったサウナがこれになります。もう入った瞬間ね、息がこうできねえみたいな、うおーみたいな感じで、まあ1分もしないうちに出たっていうね、そんな経験があるんですけども、これがですね、まあサウナの登竜門なんじゃないかなと思うんですよね。で、この苦しいとかね、暑いっていうのを、の向こう側にね、このむちゃくちゃ気持ちよさがあって、サウナ嫌いの人はね、ここで大体淘汰されちゃってるんですよね。で、ぜひ超えてもらいたいんですけども、ビールとか、ほら、ビールも最初苦かったじゃないですか。タバコもね、最初ね、むせましたよね。でもあれ超えたら、もうやめられない嗜好品になりましたね。もうサウナもそんな感じです。まだ超えられてない方、ぜひね、トライしてみてください。で、ドライサウナに入るときに、まあ、顔とかね、頭が熱くなりやすいので、まあ、サウナハットとかね、有効ですね。僕はこうタオルをね、巻いたりしてますね。頭が熱くなるのを防ぐことができます。で、まあ、ドライサウナはですね、水風呂との相性がいいんですね。まあ、非常に高温ですから、まあ、水風呂と、サウナと、まあ、行ったり来たりすることによって、非常にね、リフレッシュ感、疲労回復とかね、肩こり、腰痛なんかにも、症状を
ある方にね、めっちゃおすすめです。で、よくですね、甘みって聞いたことありますかね。この赤いふわーっとしたね、斑点までいかないんですけど、甘みっていうね、このこの血液の流れがこう模様みたいになって出るのかな、あれは。そういうのがね、皮膚の表面にね、出るんですよ。うまくいくとね。それがね、出やすいサウナであるということが特徴です。で、次に湿式サウナですね。湿式サウナは、これミストとスチームというね、2つあるんですけども、まずはミストは霧、スチームは蒸気。ということで、まずミストの方ですね。ミストサウナは温度がね、だいたい40度から60度。低いですね。で、湿度がもう100ですね。もうかなりこう、わーっとね、なんていうんですかね。それこそミスト、霧が立ち込めていると、部屋の中に。で、その中に入って、多分ね、血管というか毛穴がね、結構開いてくれるんだと思うんですね、ゆっくりね。で、血流が良くなると。で、スチームもこれ全く一緒です。同じ温度で、湿度がね、ちょっと低いな、これ。80から100というふうに、ね、なってますけれども、これは気体であります。で、気体である分、粒子がちっちゃいみたいなんですね。で、肌への浸透力が高いということです。で、このね、2つはね、結構ね、肌がツルツルになるんですよね。で、女性の方にはね、非常に人気なんじゃないかなと思うんですけども、男子風呂にもね、ちょくちょくあるので、僕もね、あれば入ったりします。で、僕が好きなのは、塩が置いてあるとこなんですよ。このね、ミストサウナと塩がね、めちゃくちゃ相性良くて、で、置いてあるところもあるんですけども、この塩をね、バーっとこう全体に塗るんですよね。で、ミストサウナ、スチームサウナに入るっていう、これを繰り返すことによって、塩がなくてもツルツルになるんですけども、塩を入れるとね、もうさらにツルツルになるんですね。経験されてない方はね、一度やってみてください。めっちゃいいです。で、次はですね、フィンランド式サウナですね。今ね、結構流行ってますね、本当に。で、卵サウナもこの部類に入ります。で、これ特徴はですね、こんなドライサウナに比べて温度が少し低いです。で、温度はだいたい60から80度ぐらい。で、湿度が15%前後っていう形になります。で、特徴としては、ロウリュっていうね、焼けた石に水をかけてね、こう蒸気を立ち込めさせて、ちょっとミストサウナ感をね、楽しめるっていうのが、このフィンランド式サウナの特徴になります。で、これはですね、本当におすすめなのが、温度が低い分ですね、ヒリヒリクラクラっていうのがもう非常に少ないんですね。で、長く入ってられるので、本当にこう、なんでしょうね、しっかりですね、自分を整えたい時ってあるじゃないですか。もうぼーっとしたらもう溶けちゃいたいみたいな時にね、このフィンランド式サウナ最高です。で、コミュニケーションですね。あとコミュニケーションなんかね、貸し切りとかよくあるんで、仲いい人たちとね一緒に行ったりとか、恋人、家族、あと友達ですか、会社の同僚なんかもいいんじゃないですかね。非常に深度の深いねコミュニケーションができるので、このフィンランド式サウナっていうのはね、そういう意味でも使い勝手としてはおすすめですね。はい。で、この3つが、大きく分けてね、あると。その他にもね、なんかスモークサウナ、もうなんか火事寸前になるぐらいまでなんか小屋の中で炊いて、壁とか石なのかなをカンカンに焼いてやるようなね、サウナとかもあるみたいですけれども、大きく分けてね、この3つがありますので、まだね、サウナ楽しめてない方とかですね、行ってみて、こう入り比べてみてね、こういう特徴だなとか言って入るのも結構楽しいんじゃないかと思います。で、僕がね今開発しているダモサウナはこのフィンランド式サウナになりますので、出来上がったらね、もうぜひ一度どこかのタイミングでね入ってほしいんですけど、今まさにこのプロトタイプを作ってね、でオリジナルのねサウナストーブなんかもね今開発中なんで、もうめっちゃ楽しみにしてますね。僕が楽しみにしてますね、まず。はい。
早くね皆さんに、ご紹介できる日をね、流行る気持ちあるんですけども、はい、一歩一歩着実と近づいておりますので、楽しみにしていてください。はい、じゃあ今日はこれまでで、終わりです。それでは